皆さん、こんにちは。ほのぼのポッドキャストのほのかです。今日は顔を出して撮影しようと思います。なんで顔を出して撮影しようかなって思った理由は、今日の、ポッドキャストの内容が、表情がよく伝わった方がいい内容じゃないかなと思ったから顔を出して撮ってみることにしました。もしいつものスタイルがいいよって方がいらっしゃるかもしれないんですけど、今日はこのスタイルでお届けできたらと思います。はい。で、皆さん、気づいた方もいるかもしれないんですけど、今私スーツを着ています。なんでスーツを着ているかっていうと、さっきまで面接があったからです。今日はその面接の感想とか、私が感じたことをお届けできたらと思います。少し長くなっちゃうかもしれないんですけど、最後まで聞いてくださったら嬉しいです。で、もしかしたら私のポッドキャストを聞いてくださっている方たちの中で、日本への就職を、考えている方もいると思います。そんな方たちにも役立つ、少し参考になる、お話もできたらいいなと思っています。実は私、去年の3月に仕事を退職しました。仕事を辞めたんですね。そこでは6年間働いていました。そこでやっていたのは、給与計算とか、年末調整とか、職場に誰かが入社した時の入社の手続きとか、誰かが会社を辞めた時の退職の手続きとかをいろいろやっていました。労務の仕事です。ただですね、職場の環境が、以前話したポッドキャストの内容にも出てくるんですけど、あんまりいいところとは言えませんでした。なぜかというと、パワハラがあったり、お給料がちょっとずつ減っていったり、ボーナス、賞与って言うんですけど、ボーナスが少しずつ減っていったりしました。それに耐えられなくなった私の先輩とか上司も次々と辞めていって、辞めていった人たちの仕事が入ってくるようになりました。そういうことが続いて、眠れなくなる日もすごく多くなってしまったんですよ。そういうことが続いて、ストレスも増えていく中で、眠くれなくなってしまうことが増えたんですね。で、このままでは本当に健康に良くないと思って、一度退職してみようと、不安だったんですけど、退職することにしました。ゆっくり休んで自分の人生について考え直して、健康と仕事のバランスについて考えてみようということで、辞めることにしたんですね。なんで面接を受けたのかっていうと、それは働こうと思ったからなんですね。働こうって思った理由は、とってもネガティブな動機になっちゃうかもしれないんですけど、やっぱり、働かないと収入がないじゃないですか。そうすると、私の通帳、貯金が溜まっていく通帳の、お金がちょっとずつ減っていくのが少し不安になったっていうのが正直なところです。なので、その不安が、減ってほしくて、何もしないよりは、少しいいかなと思って、今回、やっと面接、働いてみようかなと思って面接を受けてみました。そこの会社は、給与計算の仕事で、私が前やっていた仕事と合っているので、じゃあそこだったらできるかもしれないと思って、そ
その会社に応募しました。で、その仕事なんですけど、完全在宅って言って、家でできるパソコンを使ってオンラインでできる仕事だったので、身体的にも精神的にも私には負担が少ないと思って、今日面接をやったんですね。でもですね、実際面接をやってみて、ちょっとモヤモヤすることがいくつかありました。まず聞かれる内容が業務とあんまり関係ないんですよ。今どこに住んでいるんですかとか、大学は実家から通っていたのとか、職場も実家から通っていたんですかとか、そんな内容だったんですね。もちろん会話の一つとして聞かれることもあると思うんですけど、なんでそんなこと聞いてくるのかなって考えたときに、なんか一度もお家から出たことがない人はなんか自立心がないんじゃないかって思われているような気がして、少しなんか嫌な気持ちになりました。実際私は実家に住んでて、家から一度も出たことないんですけど、お家にお金も入れてるし、ご飯をずっと作ってもらってるとかそういう状況じゃないんですね。しかも家から出れない理由って人それぞれあると思うんですよ。なんか自分を擁護してるみたいな、感じになっちゃうかもしれないんですけど、ずっと実家に住んでいたからといっていろんな理由があると思うんです。親の介護があるとか、そんな理由もあると思うんです。なのになんかそういう質問をしてくるっていうのは、その人の背景、その人の後ろにある本当の理由を聞く前に勝手に判断しているような気がして、私は少し嫌な気持ちになりました。まあ人それぞれだと思うんですけど、私は少し嫌な気持ちになっちゃいました。よかった。そんな感じで自分の人生設計に合わせて暮らす場所を決めている人もいると思うのに、なんかただ家から出たことが一度もないんですねみたいなニュアンスで言われると、やっぱりなんかなって思っちゃうところがありました。あと私が考える面接って、自分ができることと職場でのその会社での仕事が合っていることだと思うんですよ。なのになんか今回は、私の仕事何ができるんですかとかそういうのを聞くよりも、実家は出たことありますかとかそういう話が多かったんですよ。なのでなんか違うかもしれないなっていうふうに私は思いました。さらに聞いた話だと、そこの会社は、去年できたばっかりで、少ない人数でたくさんの、会社を担当している、たくさんの仕事がある職場だったんですよ。よく聞いてみると。求人票にはそういう内容は書かれていなかったんですね。なので実際聞いてみると、少ない人数でたくさんの仕事をしている仕事っていうことが分かりました。なんかこれを聞いた時に、私は前の職場のことを思い出しました。前の職場はどんどん人が減っていって、一人がする仕事の量がとても増えていったんですね。そういう経験をしていて、どんどん増えていく中で、自分の健康を考えて、その健康が一番大事だって思っているので、この職場ではちょっと自分は向かないかもしれないなんて風に思っちゃいました。でも今回の面接を受けて、一つ
気づきがあります。それは不安を減らすための動き、不安を減らすための行動は自分の幸せとは直接つながっていないんじゃないかなっていうことです。やりたくないけど不安だからやるっていうのは自分の自己肯定感とか自信にはつながらないと感じました。やりたくない仕事をすることは自分の自信の種にはならないんじゃないかなと思いました。やりたいことと仕事が一致しているっていうことが人が生き生きと生きていくために大事じゃないかなと思います。つまりそれって自分の気持ちと行動に矛盾がないことだと思っていて、本当はやりたくないけど仕方がないからやるっていうのは心と自分の気持ちと行動が合ってないじゃないですか。そういうことをすると、摩擦が起きると思うんですよ。抵抗っていうのかな。そうするとスムーズにいくこともスムーズにいかなかったりすると思うんですね。摩擦がある分。心と行動に摩擦がある分、スムーズにいくことも難しくなると思うんですよ。行動と気持ちを一緒にすることが、生きやすくなるための一つのヒントだと思っています。そこがずれちゃうとどうしても苦しくなってきちゃうんじゃないかなと思います。反対に日本語の先生とか YouTube はとても楽しくて、本当にやっていて楽しいし、こうやったらどうかな？こうしたらもっと良くなるかもしれないっていう気持ちがどんどん湧いてくるんですよ。それって本当に大切なことだと思っていて、やっぱりワクワクすることとか自分がやってみたいっていうことを、仕事にしたり行動にするっていうのが本当に大切だと思います。ちょっとまとまりがない話になっちゃったかもしれないし、私話すのが上手じゃないので、わかりづらいところもあったかもしれないんですけど、少しでも私の気持ちが皆さんに伝わっていただけたらとても嬉しいです。皆さんはお仕事を選ぶとき、どんな風にして選んでいますか？もしよかったらコメントで教えていただけたら嬉しいです。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。まだ自分の感情を言葉にするのが得意じゃないので、全部が伝わりきれていないかもしれないんですけど、少しでもこの話を聞いて、皆さんのためになることとか、一つでもあったら、とても私は嬉しいです。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。次はこういうスタイルにするか、こういう顔を出すスタイルにするか、今までの通り文章だけのスタイルにするかわからないんですけど、もし文がいいよとか顔出しがいいよっていう意見とか感想があったら、ぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。バイバーイ。ちなみに、ちゃちゃまるじゃなくて、この子はポンちゃんです。ポンちゃんです。ちゃちゃまるじゃないです。新しいちゃちゃまるの家族です。ポンちゃん。